皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is Ep.37. お箸の使い方とか、電車でこれをするべきではない、ああした方がいいとか、そういった日本のルールを紹介すると、必ず結構な人が、怒ったり動揺したりします。そんな馬鹿げたルール守りたくないとか、そういうことを言ってる日本人は外国人が嫌いなんだみたいな人が結構います。なので今回のポッドキャストエピソードもどれだけ前置きしたとしても、一定数の方々はちょっと動揺してしまうかもしれないんですけれども、一応前置きしておくと、今回の動画の目的はこういうルールがあるから守ってくださいではなく、もう一応ルールを全部紹介しておきますねっていう感じです。で、なぜかというと、最近そういう日本人と外国人がどういうふうに共生できるかっていう話をインスタグラムとかでしてて、で、結構の人がじゃあルール全部紹介してくださいみたいな、どこにも書いてないので紹介してくださいっていう人がいたので、じゃあ一応全部紹介しておこうかと思った感じです。なので今回はとにかくたくさんルールを集めました。自分で覚えている限りではなく、インターネットでちょっと調べて、思い出したり、あとは友達とか、家族にも教えてもらったりしたので、とにかく、たくさんあげています。で、中には日本人ですら守っていないようなルールもあるし、今ではそういうルールももうあんまりないよねっていうものもあります。なのでぜひ私がこういうルールを紹介しているからといって守らなきゃいけないんだと思わないでください。守れなかったら全然大丈夫です。ただ今回なるべくたくさん紹介しておくので、もし守りたいなと思った場合は守ればいいし、あとはそのたくさんある中で守りたいものを選んで、少しだけでも守るとかでも全然いいし、どれも守りたくないと思ったらそれでも大丈夫です。なので、ぜひ安心して動画を見てください。それでは今回、ご紹介するルールが全部で60あります。で、場所とか状況によって、分けてみました。カテゴリーは、電車、レストラン、カフェ、その他公共の場、温泉、人間関係、職場の人間関係、食事、身だしなみの7つです。で、その7つの中でも実際にルールであるもの、こう書いてあるルールであるものと、暗黙の了解、こう別にどこにも書いてないし法律とかでもないけれどもなぜかみんな知っていて守っているっていうルールの2つに分けました。では早速始めていきます。まずは電車で、書いてあるルールからです。1つ目、携帯の音を出さない。通知音もマナーボードにする。携帯の音を出さないでこうヘッドフォンとかを使うのは海外でもそういうところが多いと思うんですけれども、それだけでなくこの通知音、メールが届いた時のピロンとかいう音も、良くないので必ず、マナーボードにしてある必要があります。マナーモードっていうのはバイブレーションですね。3つ目、並んで電車に待つ。で、降りる人優先。電車のホームで並んで待っている時に下に必ずここに並んで待ってくださいとか1列2列目3列とか書いてあるので、それに従ってちゃんと並ぶ。で、電車が到着したら降りる人が優先なので、その待ってた人たちはまず左右に分かれて待つ。で、降りる人が降りたら前の方の人から順番に入っていくっていう風になっています。3つ目、これはコロナ以降なんですけれども、電車の中で喋らない、喋ったとしても静かな声で喋るっていう風になっています。これはコロナの時にこう感染予防のために喋らないでくださいってなってたんですけれども、コロナが終わった後もそれをルールとしてこう電車の中に示していたり、電車内の放送で喋らないでくださいみたいな風に言っている
電車が時々あります。で、ルールとして書いていなくても日本の電車内って本当に静かなので、大きな声で話していると結構ジロジロ見られたりすることがあります。で、人によってはそれがすごくいいなと思う人もいると思うんですけれども、私は例えば私のおばあちゃんは耳があまりよく聞こえないので、大きな声で話さないと伝わらないんですね。で、それで一回どうしても車内で必要な話をしないといけなくて話していたら、もう前の人がずっと私たちのことをチラチラ振り向いて睨んできたので、なんかおばあちゃんと会話すらできないのかと思って、でおばあちゃんも自分が耳が聞こえないので大きな声で話しがちなんですけれども、それをシーとか言うのもすごくかわいそうだなと思って、ちょっとそこは私も複雑な気持ちです。4つ目、荷物で他の人に迷惑をかけないです。もしリュックなどが後ろに背負っている場合は、動いたりしてて満員電車の時とかに他の人に迷惑をかけてしまうので、必ず前で持ってくださいっていうのが、ちゃんとルールとして書かれています。ではここから5つ、電車での暗黙の了解です。飲食は基本的に大丈夫なそうなんですけれども、特に新幹線とかじゃない普通の電車では食べてる人はほとんど見たことがないですね。6つ目は座席に足を置かない。これは新幹線とかで前に自分の向こう側に座席があるタイプの時に足を土足で乗せないということです。7つ目、さっきの荷物関係で荷物を座席に乗せない。で、それは席を取らない、他の人が座れるように席を取らないっていうのもあるんですけれども、もし荷物が床とかにも置くような大きなものだと、それを座席に乗せるっていうのは少し汚いと感じる人もいるようです。8つ目、優先席に座らない。これは私の友達が教えてくれたんですけれども、必要な人が来たら譲ればいいので健常者でも座る権利はありますが、私の使用していた路線で若者が座ってたりすると、車内が空いていても盗撮して X に上げる人がいて、一時期怖くて無理でしたとのことです。なのでこの人若いのに優先席座ってるみたいなのを盗撮して、SNS に上げる人がいるということですね。では電車でのルール、最後は、混雑時男性の場合、痴漢免罪を疑われないようにつり革を掴んだり手を下に位置させないということです。本当に電車内での痴漢がたくさん起こるんですけれども、それと同時に増えてきたのが、実際は痴漢されていないのにこの男性痴漢しましたみたいな感じで嘘の罪を着せて裁判とかでお金を取ったりするとか、そういう事件も発生しています。なので男性はそういうのを疑われないように手を怪しい位置に置かない、お尻とかがあるような位置に置かないっていうのが最近よく言われています。では次のカテゴリー、レストランカフェです。でレストランカフェはあんまりレストラン側がこれしないでください、あれしてくださいみたいなことを言わないので、ほとんど全部、暗黙のルールです。一つ目は、通話しない。これはもう電車でもどこでも電話で通話しないのが普通ですね。次がまたあまり大きい声で話さない。これは場所にもよって、例えば夜の居酒屋とかだったらみんな酔って騒いでる人が多いと思うんですけれども、もうちょっと静かなレストランとかだと大きな声で話さないのが常識みたいな感じです。次が、どこでもちゃんと列に並ぶカフェとか待ってる時に、私がスペインに住んでて慣れないことは、スペイン人もちゃんと誰が最初に入ってきたとかを尊重して待つっちゃ待つんですけれども、あまり列をきれいには作らないので、後から入ってきた人が適当にぐちゃぐちゃ並んで、でお互いの了解であなた先に入ったよね、じゃあどうぞみたいな感じで、注文を取っていくんですけれども、私にとっては結構不安になることがあります。この人ちゃんと私が先にだって分かってんのかなみたいな。なので列に関しては私は日本の列が結構好きです。次がレストランなので、帰る時に店員が片付けやすいように通路側に食器を持って行ったり重ねたりする。で机をきれいに片付けておくということです。
これは賛否両論あって、店員さん側にとってやりたい方法があるので、勝手に食器を重ねられたりすると困るっていう人もいるそうなんですけれども、日本ではこういうふうに、お客さんが片付けるっていうのがすごくよく見られます。やっぱり感謝の気持ちを示して店員さんの仕事を少しでも減らしたいっていう感じかな。次、小さなことですけれども、レストランとかを出るときはありがとうございましたとかごちそうさまでしたっていうことを必ず言います。最後、これはレストランとかだけじゃなくてお店とかでもそうなんですけれども、お会計の時に1万円札とか出さないといけない時、大きなお金のお札を出さないといけない時に、大きいもので失礼しますとか大きくてすみませんなど店員に謝ることがあります。1万円札とかを出すとお釣りが多いですよね。で、店員さんはその分大変なので、それをちょっと詫びるっていう感じです。最近キャッシュレスなのであんまり言わないかな。では次のカテゴリーは、その他の公共の場です。まずはルールなどで決まっているのが、1つ目、エスカレーターの片側に立つことです。で、これ地域によって、どっちがどっちって違いますね。で、さらには最近では場所によってエスカレーターで片側に立つんですけれども、もう片側ではもう片側を歩いたり走ったりしちゃいけないっていう法律を定めた場所もあります。なぜかというと、急いだりしている場合に怪我したりする可能性があるので、そういう法律を作ったんですけれども、実際に守ってる人はあんまりいないです。次は歩き食べなんですけれども、海外の英語で書かれた記事とかを見てると、日本で食べながら歩きながら食べるっていうのはしない方がいいですっていうのを言っているところがすごく多かったんですね。でも私の感覚だとしても大丈夫、そんなに悪いことではないと思うんですけれども、観光地とか場所によって歩き食べが禁止されているところがあります。例えば浅草とかに行くと小さな屋台とかがたくさんあるんですけれども、必ずその周りで食べてくださいっていう風になっています。なぜかというと、そこの場所でゴミ箱を提供しているので、もし歩きながら食べているとゴミを道に捨てたりする人が出てくるので、それを防いでいるそうです。次は神社など神聖な場は写真撮影禁止の場合ありということです。これが結構そういう場所って本当に綺麗なところが多いので、ついつい撮ってしまって、でなんかインターネットとかで喧嘩している人が、よく見かけます。公共の場の4つ目が駐輪場に、自転車を止めるということです。結構10年くらい前まで道端のどこにでも自転車を止められたんですけれども、最近ルールがすごく厳しくなって、お金を払ってちゃんとなんか駐輪の機械に止める以外は止めちゃいけなくなっています。もし道端に止めたりすると即座に、自転車が回収されて、でそれを取り返すには政府にお金を払わないといけないっていう風になっています。なので毎日自転車で通勤する人とかは駅の周りの駐輪場とかに定期券を購入して、でそういう定期券さえ人がいっぱいだったりするので、そういう時はウェイトリストに待って、でそれまでは歩いて通勤とかになります。ではこの後は、暗黙のルールです。私がスペインの話を友達とか家族にして一番驚かれたのは、結構の人が道で用を足すということです。特に男性とかだと夜にゴミ箱の間とかで用を足している人がすごくいて、そういう時は道が尿臭かったりするんですけれども、それを日本人に話したら本当に驚かれます。2つ目は、ゴミを捨てない。もうこれはゴミ箱がないんですけれども自分で持ち帰らないといけないっていう風になっています。次に、温泉とかスパ、プールとか一部の遊園地、あとは他の公共の場では、タトゥーがあると入れない場合があります。あとは、道端に座らないです。
渋谷とか夜になるとお酒を飲みながら道に座ってる人は結構見ると思うんですけれども、それ以外では道には座らないっていうのが基本的なルールらしいです。それから日本人のパーソナルスペースは結構広めです。海外に行くと例えば美術館で絵を見ててすぐ真横に人が立ってるとか、もう肌も触れてるくらいの時とかあるんですけれども、日本では、結構しっかり人と人との間の、距離は保つっていう風になっています。満員電車を除いてですね。次のマナーが、風邪をひいてる時はマスクをするということです。コロナの時には世界中の人がマスクをつけていたんですけれども、日本とか他のアジアの国ではマスクをつけるのがものすごく普通です、昔から。で、特に咳とかしていて風邪をひいている時にマスクをしていないと逆に、失礼なこととなってしまいます。次が会釈の文化です。会釈っていうのはお辞儀みたいな感じで頭をちょっと下げてする、お礼とかありがとうございますとかこんにちはっていう意味なんですけれども、これをすごくよくします。例えばエレベーターを降りるときにドアを開けといてくれたっていう場合とか、なんか道を譲ってくれたとか、電車で降りるときに待ってくれてたとか、何でもしてもらったら会釈で、お礼を言います。次は私にとって、カルチャーショックだったんですけれども、スペインに来た時に、スーパーで会計をする前に、商品を開けて食べたり飲んだりする人結構いますよね。スペインで見たことあるんですけれども、それは日本では絶対しません。次、くしゃみとか咳、鼻をかむのはなるべく静かにするです。これはそうですね、もし電車とかでファクションとかめっちゃうるさい音でくしゃみしてたら嫌だなって思う人は普通なのかな。次、どこでも靴を脱がないといけない場所では靴を脱ぐ。で、この靴を脱がないといけない場所がたくさんあります。例えばショップの試着室とかでもですね、いつ靴を脱ぐかっていう判断は、もし床とかが一段上がっていたら靴を脱ぐサインです。で、この靴を脱いだ時の、靴の置き方とかスリッパを履いた後のスリッパの戻し方にもちょっとしたルールがあります。例えば靴を脱いだら自分の方に向けて端に寄せるとか、これは自分の家とか試着室とか誰も見てないところはいいんですけれども、次の人も使うとかレストランとかで他の人が見ている場合は靴もきれいに並べる必要があります。次、トイレットペーパーの三角折り。これ海外ではやりますか？公共のトイレのトイレットペーパーを使ったら、この使い終わった部分を三角に折って綺麗に見せるみたいな。で、別にどこでもやるわけじゃないんですけれども、例えばおしゃれなカフェとかなんか人ん家とかに行ってそれがもうしてあったら、自分も使い終わった後に三角折りするっていう感じになります。では最後、サンキューハザードって知っていますか？日本ではもし車を運転していて譲ってもらったりしたら、後ろの人にハザードランプを2、3回カチカチさせてありがとうっていう意味になります。これは別に交通ルールで決まっているわけではなく、むしろ交通ルールでは混乱するのでしない方がいいと思うんですけれども、みんなこのサンキューハザードをやります。私は結構好きですね。ありがとうって言うのも好きだし、言われるのも好きです。譲ってよかったって思いますよね。では次のカテゴリーは温泉です。で、温泉のルールはすべて書かれています。温泉の更衣室に入ると温泉でのルールみたいな紙が大体貼られていて、で今から言うルールは全部そこにも書かれているものです。一つ目、タオルをお湯につけないです。このタオルは体を拭いたりするものなので、お湯につけると汚いからですね。それから髪の毛もお湯につけない。髪の毛がお湯に入ると、抜けたりして、髪の毛が浮いてくるので、必ず長い人は、肩より上に結ぶというふうになっています。
それから温泉に入る前にかけ湯といって必ず、お湯とか水で体を流してから入ります。これも汚くしないためですね。で、温泉に入っている間は大声で喋らない。これもコロナの後からかもですね。温泉の中ってマスクができないので、大声で話していると感染したりするということで静かにしてくださいって昔はなってたんですけれども、今でも結構暗黙の了解として静かな感じです。次が、シャワーを浴びるときにシャワーの水が後ろの人とかに当たらないように気をつける。なのでわーって後ろ向きにシャワーを使うといろんなところに飛んじゃうので、下向きとか弱めの水圧で使うということです。で、次がシャワーとかを使い終わったらちゃんと元の場所に戻して、で風呂桶とかがある場合は逆さまにして椅子の上に置くみたいな、面白いルールもあります。最後が、体を拭いてから出るということです。これは水が滴っているままだと更衣室が濡れてしまうので、それを防ぐためです。では次のカテゴリーは人間関係です。で、人間関係についてはほぼ全てが暗黙の了解です。一つ目が、5分でも遅れるなら、連絡をする。で、本当は5分前がいいです。私が小学校1年生の時に教室に3つの大事なルールみたいなのが貼ってあって、1つが多分挨拶で、2つ目は忘れたんですけれども、3つ目が5分前行動。この5分前行動っていう考えはもう本当に日本人の子供が小さい頃から教えられることです。2つ目、言い争いよりも調和を重んじる。日本でよく学んだことは、返事をノーで始めない。例えば向こうが何か言ってそれに同意しない場合でも、いやそうは思わないで始めるんじゃなくて、そうなんだね、そういう気持ちもわかるよ、でも私はっていう風に向こうのことを聞いたっていうのを示しつつ自分の意見も言うみたいなのを練習したのを覚えています。それから宗教、政治、お金、性の話は避ける。お金はこれいくらだったとかなら全然いいんですけれども、例えばどれくらい稼いでますかとか、家賃どれくらいですかとかいうのはあまり話さない方がいいと思います。これも関係性によりますけれどもね、仲いい人とかパートナーとかだったら全然大丈夫です。4つ目、挨拶はハグやキス、握手よりも軽いお辞儀、会釈の方が多いです。握手は時々する人いるんですけれども、それはフォーマルな場合かな。職場の人とかだったらお辞儀で、友達とかだったら手振るかな、ヤッホーみたいな感じで、挨拶します。5つ目、今度はその挨拶のキスではなく実際のキスなんですけれども、そういったのは公共の場で避ける。ハグはしてもいいけどほとんど見たことはないですね。人前でイチャつくっていうのは日本人はほとんどしないです。で、最後がルールを守る。ルールを守るというルールがあります。ルールを守らないとちょっと、この人みたいな目で見られることもあります。次のカテゴリーが職場の人間関係なんですけれども、これは全てのカテゴリーの中で一番、薄くなっていってるものです。昔は本当に日本ってブラック企業ばかりで、上司が本当に不利なことを部下にしたりすることが多かったんですけれども、今はどんどん消えていますけれども、一応、紹介しますね。で、全て暗黙のルールです。一つ目、上司が帰ってから帰る。昔は先に帰るっていうのがすごく失礼なことだと思われていました。二つ目、これは今でもそうなんですけれども、立場によって敬語を使い分けます。もし自分と上司が話しているときは、上司に対して敬語を使う。でももし上司と一緒に顧客と話しているときは自分と上司を下げて、顧客に対して敬語を使うっていう風に、状況によって敬語を使い分けます。ここからは職場での飲み会の際のルールです。
日本には上座とか下座っていう考え方があって、建物の部屋の奥の方は上座、偉い人が座るところですね。で、出口に近いところが下座、地位の低い人が座るところです。これは下座の方だと人が入ったり出たりしたり、あとはウェイターから料理を受け取ったりするので、そういうのを上司がしないでいいようにっていう感じです。それから飲み会中は、上司と同じスピードで飲む、上司より早くどんどん飲むっていうのはあまり良くないそうです。で、あとは上司の飲み物がなくなったら頼むとか、もし、お酒とかで注ぐ必要がある場合は注いであげるっていう風にします。あと、この乾杯はまだやってる人もいるのかもしれないんですけれども、乾杯の時のグラスの高さが、地位が高い人がグラスが上になるようにします。では次のカテゴリーは食事です。食事でもいろいろなマナーがありますが、これは国によっていろいろなマナーがあるのが普通かなと思いますが、日本では一番厳しいのは箸の使い方ですね。箸の使い方に関しては前にショート動画で紹介したので、キャプションに載せておくので、よかったら見てください。箸以外では、例えばお椀は持って食べます。手に持って食べます。海外で使われるような平べったいお皿ならその場でいいんですけれども、ご飯、お米とかお味噌汁を入れるような丸いお椀とかの場合は手に持って食べるのが、マナーです。あとはこれは皆さんもよくご存知だと思うんですけれども、食べる前にいただきます。食べ終わった時にごちそうさまを必ず言います。では最後は、身だしなみです。ここまでのカテゴリーはもう本当にやりすぎでしょっていうのも多いんですけれども、秩序を保つために役立っているものもあるかなとは思うんですけれども、身だしなみに関してはあまりにもルールが多くて、みんな同じように見えるようにするっていうのがちょっと私は居心地悪いなと思います。普通に書かれているルールとしては、ピアス、ネイル、髪染め、タトゥー、ヒゲは、多くの職場や場所で禁止されています。特にアルバイトとかだと全部ダメっていうことが多いです。で、フルタイムの職場とかだと、ピアス、ネイル、髪染めはあんまり派手なものじゃなければ大丈夫。で、ヒゲはオフィスで働くならなしの方がいいですね。で、タトゥーはもうほとんどの場所でダメですけれども、おしゃれなカフェとか、ダンススタジオとか、場所によっては大丈夫な場合もあります。ここからは暗黙のルールで、1つ目、メイクは派手じゃない方がいいですけれども、逆に接客業とかだとノーメイクが嫌がられる場合もあります。だらしないっていう感じで。なのでちょうどいいくらいのメイクをする必要があります。2つ目、女性はブラをつけないといけない。海外だとつけないっていう人もいて、それはそれで批判されている人が多いんですけれども、日本では絶対につけますね。で、それ関係で女性のブラの紐も見えていると批判されます。で、逆に男性は薄い洋服とかを着ていて体が透けているとそれも良くないそうです。で、もう一つ女性は、胸元や足を出しすぎないということです。あとはおへそとかでもですね、もし谷間とかが見えていたら絶対ダメですね。で、私も日本では、こういう服を着ません。で、私が着ない理由はこういうルールがあるからではなくて、すごく嫌なのが視線とコメントです。視線っていうのはそういう服を着て電車に乗った時にすごく嫌な目線で見られます。じろじろ見られたり、あとは盗撮する可能性もぐっと高まります。で、コメントっていうのが友達とか親戚とかから「あらすごくお腹出してるのね」とか「すごく胸元が広い服だわね」みたいな、そういうコメントを言われるのがめんどくさくて、もう日本ではそういう服を着ないようにしています。で、最後が香水をつけすぎないということです。
海外だと結構香水をきつめにつける人が多いと思うんですけれども、日本では香水をつけると香害という言葉もあるくらい香水が嫌がられることが多いです。で、時々電車の中で外国人が座ってると避けられるみたいなことを聞いたことがあるんですけれども、日本人からよく聞くのは電車内の外国人がすごく香水をたくさん使っていてきつくて無理だったみたいなのは聞いたことがあります。もちろんその一席空けて座るとかいうのは何が原因なのかわからないですけれども、香水は日本ではあまり使わない方がいいらしいです。では長くなりました、以上が日本での62かな1かなのルールでした。で、最初にも言ったように守らないでいいです。ただ一応全部知っておきたいっていう人が時々いるので、知っている限りでお知らせしました。守るか守らないかはご自由に判断してください。皆さんもご自身の国に変わったルールとかがあったらぜひ教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!